こんにちは、斉藤直樹です。この前 X を見ていたらこういうポストがありました。絵描き、一度はこの描き方を通る。はい。確かにね、言ってることわかりますよね。実際このポストはすごく共感を集めていて、僕が見た時点では34,000いいね、6162リポストされていました。はい。これですね、自分でイラストを描いたことがある人だったらわかると思うんですが、改めてね、自分の目の描き方を見てみると、あ、確かに私もこうなってた。なんか言い当てられたみたいで恥ずかしいっていうか、一度は通るってことはこういう風に書いちゃうのってもしかして初心者ってこと？やだ、次からこの書き方やめようなんてね、もしかしたら自分の目の書き方について反省しちゃった人もいるかもしれません。ですがちょっと落ち着いてください。この書き方、別にね、やめる必要は全然ありません。なぜか。それは、これを書いちゃう人が初心者だからかっていうと、全くそんなことはないからです。いや、実際にね、その証拠に、僕は別にイラストの初心者ではないんですが、僕の絵を見てください。ほらほら、目の部分、よーく見てくださいよ。僕の目も、この書き方になってますよね。つまり、初心者どころか、プロでもこの目の書き方をしている人、たくさんいるんですね。でね、そんな事情もあって、ちょっとみんな、これ勘違いしちゃうとまずいなって思ったので、僕もこのポストに反応しました。僕もこれだよ。するとですね、これまた多くの人が反応していて、すごくね、このポスト自体にもコメントがたくさんついたんですね。でね、リプライを見てみると、すごく多くの人が不安になってしまっていました。これの何がダメなのかわからないので解説してほしいです。そもそもこれ以外の書き方ってあるっけな？自分もこの書き方でへこんでたけど、直樹先生も同じでめちゃくちゃ安心したなどなど。はい、僕もですね、この書き方だから安心しても大丈夫だよって言いましたが、それを受けてもかなりね、皆さん自分の絵柄を言い当てられて慌ててしまっている感じがちょっとしますよね。じゃあなんでこんなにみんな慌ててしまっているのかっていうと、その原因は一言。このポストをした人も、そのポストで自分の絵柄を言い当てられたような感じがして、慌てちゃっている人も、どちら側もですね、デフォルメというものに対して、いまいち理解できていないからなんです。そうなんです。ポストした人もね、共感は集めましたけど、実はちょっと的を外した指摘ではあるんですよね、これ。なので、今回の動画を見ていただければ、なぜこの目頭を描くのが間違ったことではないのか知っていただけて、自信を持って明日からこの線を描くことができるだけではなく、デフォルメって一体どういうことなのか、しっかりとそれ自体を理解できるようになり、自分独自の絵柄だってどんどんと生み出していけちゃう、そんなしっかりとした表現の基礎知識を身につけて、自信を持ってもっと前に進んでいける、そんな力をね、身につけていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。でね、もう先に結論言っちゃうんですが、矢印で示されているこの部分って皆さん何だと思います？結論から言うとですね、ここは目頭の線と二重まぶたの線と目頭に落ちる影の印象、この3つをデフォルメした記号表現なんです。はい。もう何言ってるか分かんないですよね。でもね、言葉であえて説明するとこうなります。大丈夫。ちゃんとこの後の解説を聞くと完璧に理解できると思います。デフォルメってですね、実は3段階あるんですよ。第1のデフォルメ、線化のデフォルメ、第2のデフォルメ、記号化のデフォルメ、そして第3のデフォルメ、理想化のデフォルメです。まあね、これだけ聞いてもちょっとわかんないと思うので、順番にわかりやすく解説していきますね。それでは早速行ってみましょう。第1段階のデフォルメ、線化のデフォルメ。はい、まずですね、第1段階のデフォルメについて説明していくんですが、デフォルメについて説明するには、まずデフォルメされていない状態、リアルな状態を知る必要があります。はい、こちらの画像ですね。僕の目をアップにして写真を撮ってみました。この目をね、基準にして解説していきます。でね、もしかしたらデフォルメっていう言葉、聞いたことがない人のために簡単に説明すると、デフォルメっていうのは、デフォルメーションの略語です。フランス語のデフォーマー、変形する、誇張する、そしてラテン語のデフォルマシオン、形を崩すという言葉から来ている言葉なんですね。デフォルメとは、各モチーフの性質や描いている側の作者の主観を表すために、絵の一部または全体を変形して表現する表現手法のことです。でね、元になったポストで書かれているアニメ表現もですね、日本で長い歴史をたどる中で育っていたデフォルメ表現の一つなんですね。なのでこのデフォルメがどんな流れをたどっていったのかを理解
解することで指摘されている部分がね、意外と的を置いたデフォルメ表現であることも知っていただけるんじゃないかと思うんですね。まず最初のデフォルメ、第1段階のデフォルメが何なのかっていうと、それは線化のデフォルメです。はい、実はもうですね、線で表現すること自体がもうデフォルメなんです。この写真を薄くトレースして線で表現してみました。はい、ドン。はい、こんな風になりましたね。これで第1段階のデフォルメ完了です。線で描くのってデフォルメなの？普通にやってることだけどって多くの人は思うかもしれません。特にね、日本人はそうですね。でもね、これって意外と特に西洋の人はびっくりする人も多いです。西洋はですね、もともとリアル思考の文化なので、見たまんまをリアルに表現する考え方が優れている、そういう人がね、多いです。そういう人がこの写真を見た時にどう見えるのかっていうと、光と影、陰影や色彩の情報です。だってそうですよね。冷静になってよくよくと写真を見てください。線なんてどこにもないでしょ？あるのは色の濃淡だけですよ。はい、そうなんです。リアルに見たまんま、ありのままを捉えるなら、線なんてね、どこにも存在してないんです。それをこんな風にありもしない線を使ってデフォルメする表現、それが第1段階の線化のデフォルメ表現なんです。ちなみにね、どこに線を入れていくのかっていうと、これはね、単純に明暗差です。画像の暗くなっている部分を線で表現して、そうでない部分は描かずに光として表現する。それがまずデフォルメ表現の第1段階ですね。第2段階のデフォルメ、記号化のデフォルメ。はい。でね、ここでデフォルメの第2段階、お待たせしました。皆さんここで問題のポストの矢印で示された、ここが何を表しているのか、その正体がはっきりとわかると思います。さっき描いたね、線化のデフォルメの絵なんですが、このままだと問題点が大きく分けて2つ存在します。1つは、印象がちょっとね、薄くなってしまったこと。元の写真に比べて線化してしまったがゆえに、色や陰影表現がごっそりと抜け落ちてしまって、絵から伝わってくるインパクトが目減りしてしまいましたよね。なんか印象薄いなって感じになっちゃったわけなんです。そして第2の問題点は、これでもまだ描くのが面倒だってことです。なんでそもそもデフォルメ表現するのか、デフォルメの目的が何なのかっていうと、その一つとしてね、誰もが簡単に描けて量産化することができる形にするっていうことがあるんです。特に日本では絵画とは違ってね、浮世絵文化や漫画、アニメ文化など絵をね、たくさん描いて量産する文化が育ってきました。そうしたコンテンツを大量に生成するためには、1枚にじっくり時間をかけることなんてできません。なのでもっともっと単純に、そして作者本人だけじゃなく、ある程度その絵を練習したアシスタント的な役割の人もその絵を再現できるような描きやすい形に変化を遂げる必要があったんですね。線化の段階でも写真よりは単純な形に置き換えられたとはいえ、まだね、やっぱりリアルな部分が残っているので、誰しもがこれをかけて再現できるのかっていうと、まだまだね、難しいですよね。それをもっと誰もが描けるようにして単純化して記号化してしまうこと、量産のためにはこの記号化のデフォルメが大きなキーになってくるわけなんです。ではどうやって1つ目の問題、インパクトが弱いことを解決して、そして2つ目の問題、誰しもが描きやすい形にしなきゃいけないという2つの問題を解決して記号化することができるのかっていうと、まずは単純化、影と線を一体化してしまうことを先輩たちは思いつきました。特にね、目のまぶたから落ちる影は印象が強いですが、線にした途端にその印象は薄らいでしまいます。なのでどうしたのかっていうと、もう一層濃い影が落ちる部分は近くの線に含ませて、そこを太い線で表現してしまうっていうやり方です。写真で言うと、このまぶたの部分ってちょっと暗くなってるじゃないですか。この暗さを太い線にして表現しちゃおうっていうわけなんです。で、さらにもう一つ大事なのが、今の逆の概念、省略の概念です。今はね、影が濃くて印象が強い部分は太い線で表現すると説明しましたが、逆にね、印象がそんなに強くない部分ってあるじゃないですか。例えば下まぶたとか細かい線でね、表現していた凹凸の表現、これらは印象がさほど強くないので、もうね、取り去ってしまった方が誰もが簡単に描ける、そういうね、単純な形に落とし込むことができそうですよね。なのでこうしちゃいます。
ちなみに眉毛もね、線で囲ってしまった方が単純化できて再現性が高くなりそうですから、このように変更を加えます。ほらほら、かなり単純化できて記号的な形になりましたよね。印象の薄い線を省略して記号的に見やすく、誰もが描ける形にして量産化しやすくする。それが第2のデフォルメ、記号化のデフォルメです。はい。そしてここに注目してください。ここ、問題のポストで指摘されていた絵描きが一度は通るって言われていたこの部分ですが、ほら、出てきましたよね、この形。これまでの説明を聞いていた皆さんだったらもうはっきりわかるはずです。はい、わかりやすいように色分けしてみました。この形っていうのは赤い部分の上まぶたの部分とまぶたから目頭に向かって降りてくる線、青い部分、その2つの線に緑色の部分、影の印象を含ませて太く表現した線だと、こう説明することができるってわけなんです。どうでしょう。こう聞くとね、別に初心者がやりがちな間違いっていうわけじゃなくて、かなり理にかなった合理的な表現手法であることがご理解いただけると思います。一応補足すると、ここで問題になり得るのは、今説明したようなデフォルメの意味や流れを全く理解せずに、最初からね、デフォルメの絵から入ってきた世代が増えたってことなんですよ。今ね、自分で描いている線が何をデフォルメした線なのか、あまり理解せずに描いている人の絵ってですね、結構ね、傍から見ていてもわかるものなんですよ。あ、この人自分が描いているこのデフォルメ表現の意味全然理解できてないんだろうなって。これね、例えるなら鮭っていう魚全体を知らずにお店で売ってるね、切り身だけを見た子供がねえねえお母さん鮭の絵描いたってね、切り身が泳いでいる絵を描いちゃう感じに似ています。それはそれで面白いですけどね。でもね、しっかりと的を射たデフォルメにするためには、今解説した線化のデフォルメと記号化のデフォルメを押さえておく必要があります。ぜひ覚えておいてくださいね。第3段階のデフォルメ、理想化のデフォルメ。さて、デフォルメのおおよその概念としては以上なんですが、業界の歴史が長くなって表現がどんどんと洗練されていくと、ここからさらに進んで第3のデフォルメ、理想化のデフォルメっていうのが発生してきます。第2段階で単純化、記号化された表現を改めて見てみましょう。これをね、じっくり眺めながら自分の美的感覚に照らし合わせてですね、もうちょっとこうだったら美しいのに、そんな風に理想化して考えてみるわけです。そうするとね、数点こうだったらいいのにっていう部分が皆さんも見当たりませんでしょうか。今回僕がやってみた理想化はこんな感じ。左が理想化する前、右が理想化した後ですね。まずはまつげですが、マスカラを使ってこんな風に整えないと、多分自然にはこうなりませんが、特に女の子の目を描く場合には、まつげは上を向いて外側にね、飛び出ていた方が可愛く、そして目力がアップします。さらに下まつげですが、ここはね、はっきりと線で描いてしまうと少しくどくて、場合によってはね、ケバケバしいような印象になってしまいますので、こんな風に省略してしまいました。また黒目の中の部分、瞳孔についても少し絞って小さな点にしてあげた方が絵がすっきりと見えるということで、これまた理想化して少し小さめに修正してあります。さらに眉毛、これもさらに単純化して細い線にしてあげることで、シルエット的にもシュッとシャープになることに加えて、さっきよりもね、単純に線の数が減りますから、描くのも簡単になりますよね。このようにね、記号化するだけではなく、その記号を美的感覚にも照らし合わせて、さらに洗練されたデフォルメ表現に昇華していく。それが第3の段階、理想化のデフォルメ表現というわけなんです。ちなみにこれが僕の絵柄の目のデフォルメ表現です。緑の部分に注目してください。まつげの部分がさらにまぶたのラインと一体化してしまって、一本のラインに省略されているのが特徴的です。こうすることでさらにくどさを取り去ってしまって、すっきりとした後味に仕上げることができるんです。後味、なんか料理作ってるみたいですよね。で、上まぶたをすっきりさせたので、少しインパクトが弱まった部分を他の部分で補います。紫
の丸で囲んだ部分、ここは位置的に下まつげに当たる部分ですが、まつげをね線で描いてしまうと絵の大きさによっては細くて目立たなくなってしまいます。なので色面として表現するために丸くデフォルメした形に変更して表現してしまいます。でさらに黒目の中の部分、青い斜線で表した部分は目から落ちている影と瞳孔の形を一体化してしまった例です。ここもね一体化してしまうことで全体的にデザインをスッキリさせることができますね。でスッキリさせてインパクトが弱まってしまった部分をハイライトの横に添えてある赤いセカンドハイライト、セカンドハイライトっていうのは僕の造語ですが、この派手な色味によってインパクトを補っているという設計になっております。こうして見るとね、僕はくどいという感覚を結構嫌っていることがわかりますよね。くどさを取り去ってケバケバしさから逃れようとする美的感覚に従って理想化するデフォルメを加えている。それが僕の第3のデフォルメ表現、理想化のデフォルメのやり方です。この第3段階はね、言わずもがな、人それぞれの美的感覚によって様々に変化する面白いデフォルメの段階です。もっともっとインパクトをアップさせたい、いやいやもっとスッキリとさせたい、もっとシャープに、もっと優しく見えるようにしたい、そんな風に表現者によって数限りない面白い形を生み出していける部分だと思います。ぜひね、固定概念にとらわれずに、こういう形にしたらもっと面白い形になるんじゃないか、もっと自分が伝えたいニュアンスが伝えられるようになるんじゃないかなんてね、いろいろ試行錯誤をしてみてください。きっとあなたらしい楽しい形を発見することができると思いますよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。ついついね、自分の絵柄について指摘されてしまうと変に縮こまってしまって、これやっちゃいけないことだったのかななんてね思ってしまいがちですけど、そんなことはありません。その上であえて言うなら、今回紹介したデフォルメ表現の成り立ちや基礎的な概念を知っていさえすれば、ちょっとこれって変なんじゃないって誰かに言われたとしても、いやいやこれはこれでいいんだよ、なぜならねってね、自信を持って力いっぱい表現することができるようになります。ぜひね、今回紹介したデフォルメ表現の成り立ち、意味、それを十分に理解して自分らしい表現に活かしてみてくださいね。じゃじゃん、書籍新作情報です。3ヶ月で上手くなるでおなじみのイラスト最速上達法、動画書籍ともに大変好評で X でも日々たくさんのチャレンジ投稿が続いております。その第2弾として、その名もイラスト最速上達法回をご用意しました。第1弾と並べてもめちゃくちゃかっこいいでしょ。最速上達法をやってみたけど行き詰まってしまった、もっと情報ちょうだいという方はもちろん、これからチャレンジしてみたい、興味はあるという方々もこちらの書籍から入っても問題ありません。中身をちょっとチラ見せしちゃいますね。3ヶ月上達法を実践する中で、特にキャラクターイラストを描く人は多いので、キャラクターの立ち絵を描く時のコツをまとめた章や、動画でもご好評いただいた動きがあるポーズを描くためのディレクショナルフォース、アプライドフォースの考え方をまとめた章、さらに見栄えがするカラーリングや演出の方法についても分かりやすく解説。トレパクが不安な方に向けては、弁護士の先生と一緒にまとめた OK な事例、アウトな事例も必見です。そして前回のように3ヶ月上達法に取り組んだ方々の声、ビフォーアフターも大増量、10人のインタビューも掲載させていただいております。コラム水分補給タイムでは、動画では語っていない絵に取り組むための考え方もまとめてみました。本日よりブースにて販売開始、書店での販売予定はありませんので、限定部数での販売になる可能性が高いです。これね、前回は販売開始の翌日に売り切れてしまって、重版までですね1ヶ月ほどお待たせしてしまったので、気になる方はぜひお早めにチェックお願いします。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。